さあ皆さん元気ですか？チョコレート食べてますか？今日はですね、濃厚とろけるガトーショコラ、こちら紹介したいと思います。最後まで見て作れるようになってください。では行きましょう。お願いします。はい、じゃあ材料紹介していきます。これ無塩バターとグラニュー糖、あと全卵ですね、あとチョコレート、薄力粉、牛乳、これで作っていきます。はい、今日型なんですけど、これ100円ショップにもあったマフィンカップですね。これで準備しています。ちょうど今日のレシピがこの10個分なんで、これでぴったり取れるはずです。オーブンは180度に予熱して焼くのは170度です。今日はレンジを使う工程があるので、全部チョコレートとか溶かし終わった後にオーブン温めても十分間に合うので、必ず予熱しておいてください。ではやっていきます。はい、じゃあ材料のまずバターなんですけど、これ見てください。これ柔らかい状態、常温に出しといたんですけど、柔らかい状態の方がいいです。でここにお砂糖ですね、これ全部一気に入れちゃいます。分ける必要ないので、必ず一気に入れちゃってください。ですり混ぜるとかっていうことじゃなくて、バターって水分があるんですけど、このグラニュー糖をバターの水分を吸わせてるような感じですね。なんでこうカチャカチャ混ぜるんじゃなくて、今こうやってなじませてます。泡立て器じゃなくてゴムベラの方がやりやすいので、ゴムベラを短く持ってこうやってちょっと押し込んでいくような感じ。はい、今こんな感じですね。ひとまとまりになったような感じです。そしたら今度ゴムベラから泡立て器に持ち替えて、卵を入れていきたいと思います。はい、そしたら泡立て器で、これ卵なんですけども、事前に溶く必要もないので、ちょっと半分ぐらい、2個分ぐらい入れてちょっと混ぜていきます。はい、これ今卵混ぜ終わった状態なんですけど、見てください。これ全然分離しちゃってボロボロの状態ですね。これ失敗じゃないので、必ずここまでしっかりやってください。で残りのチョコレートなんですけど、これ湯煎とかするんじゃなくてレンジで溶かします。600ワットで30秒何回かにかけて完全に溶けるまで温めてください。やっておきます。はい、これチョコレートですね。完全に溶けたので加えていきます。これ一気に入れちゃいますね。入れていきます。はい、これさっきまでちょっと分離してたのが、真ん中からこれ混ぜてるだけなんですけど、見てください。すごい滑らかな状態になりました。でまだ周りにこう飛び散ってるのもあるので、一回ゴムベラを使ってきれいに中に混ぜて、はい、もう一回混ぜます。これね、混ぜすぎとかないので全然気にせずに、もうしっかり混ぜてください。はい、こんな状態ですね。見てください。めちゃめちゃツヤがある状態、滑らかです。そしたら残り粉をですね、ここにふるって直接入れていってしまいます。はい、これ必ずふるってくださいね。今回は1種類なんで、もう直接こうやって振り入れちゃいます。でここで振るうことでこういったダマを防げるので、粉のダマがあるとですね、あんまり綺麗に膨らまなかったり失敗する原因になっちゃうので、こうやって必ずしっかり振るってください。そしたらさっきの泡立て器でこうやって混ぜていきます。はい、綺麗に混ざりました。これを型に絞って焼いていきます。はい、これ今じゃあスプーンでちょっと入れていきますね。だいたい 65g 前後入る予定です。あとはもう細かく気にせずに、もう普通に均等割りで全然大丈夫です。今これスプーンでやってるんですけど、もちろん絞り袋とかあれば絞り袋でも全然大丈夫です。はい、さあこれで焼いていきます。さあ焼けました。めちゃくちゃいい感じです。はい、次はガナッシュクリームなんですけど、これチョコレートですね。もう刻む必要一切ないので計量してもらって、ここにこれも温めてないです、そのまま測った牛乳を一気に入れちゃいます。でラップをしてもらって600ワットで溶けるまで加熱したいと思います。はい、今チンして温めたんですけど、これ必ずラップはしてくださいね。ラップしないと余計な水分がこうどんどん蒸発しちゃうので、ラップはかなり重要です。そしたら
泡立て器でこうやって真ん中からこうやって溶かすようにしていくと綺麗なクリームになるのでやってみてください。で万が一チョコレートの溶けが甘かったらもう一回レンジで温めると綺麗に溶けると思います。でここでもこうしっかり混ぜてもらって、はい、このツヤのあるクリームですね、完成しました。これをさっき焼き上がったケーキの上に流したら完成です。この後やっていきます。はい、これ出来上がったガナッシュクリームですね。これをたっぷりこの焼き上がったケーキの上に流していきます。もしねこれ硬くなっちゃったらもう一回温めたらすぐ柔らかくなるのでそうやって使ってください。はい、これで少しだけこうやってトントンしてあげると、表面が平らになるので、しなくても全然いいんですけどね、トントンしてあげたら表面は平らになると思います。これで冷蔵庫で冷やして完全に固めたら完成です。ちょっと冷やしちゃいます。さあ冷やしてたやつですね、できましたよ。完璧です。いい感じですね。これちょっと剥いて中見てみたいと思います。はい、これ冷やし固めたんですけど実はもう一個違う食べ方があるんでちょっとやってみたいと思います。さあ見てください。これ今レンジでちょっと温めたんですけど、これ見て上がちょっととろっとしてソースになるんですよ、このガナッシュクリーム。めちゃくちゃ美味しそうです。完成です。さあ最後までありがとうございます。ちょっとね食べてみたいと思います。これねレンジで温めたやつですね。全然冷たくてもすごい美味しいんですけど、温めると上のこのガナッシュクリームがなんかソースみたいになるんで今すごいとろっとして美味しそうです。うまい、濃厚ですよ。これプレゼントにいいね。プレゼントしてください。さあポイントのおさらいですね。これ普通ガトーショコラって言ったらメレンゲ入れると思うんですけど、今回メレンゲ入れずに全卵で全部混ぜただけなんですよ。でなんでそれが大丈夫かっていうと、これ家庭用のオーブンで作る用のレシピなんですけど、ちょっと全卵の配合を多くすることによって中から蒸気が出てこうふっくら焼けるようにしてるので、今回メレンゲを入れる必要はありません。逆にメレンゲのレシピでやっちゃうと表面割れちゃうので、今回のこのガナッシュ作るパターンは全卵の方がおすすめです。であともう1点ですね、もしビターチョコレートをお持ちじゃなかったらミルクチョコレートでできます。その場合はちょっとだけココアを入れるとすごいこう固形性が良くて口どけもよくできるんですけど、その細かいレシピは概要欄に書いておくのでぜひそちらもご覧になってください。今日も最後までありがとうございます。コメント、チャンネル登録ぜひお願いいたします。また皆さんに会えるのを楽しみにしております。また会いましょう。さようなら。